はい、皆さんこんにちは。アマチュア無線は通信技術の進化とともに多くの人々に愛されてきました。特に自作運用は無線機やアンテナを自分の手で作り上げる楽しさがあり、技術者としてのスキルを磨く絶好の機会でもあります。今回はアマチュア無線の始まりから最新の通信技術、自作の楽しさについてと、子どもたちから見た無線の魅力について考えてみたいと思います。アマチュア無線は19世紀末から20世紀初頭にかけて始まりました。初期の無線通信は主に実験的なものであり、通信手段としての可能性を探るものでした。特に無線通信の父と言われる、グレールモ・マルコーニの功績はアマチュア無線の発展に大きく寄与しました。彼の発明した無線通信技術は世界中に広まり、アマチュア無線の基盤を築くこととなったのは言うまでもないことでしょう。近年無線機はデジタル化が進み、非常に高性能な機器が市販されています。しかしその一方で、自作無線機の難しさも増しています。特にデジタル技術を駆使した無線機は専門的な知識が必要であり、初心者にはハードルが高いかもしれません。とはいえ、自作の楽しさはその難しさに比例する部分もあります。自分の手で作り上げた無線設備機材で、実際に通信できた時の喜びは格別です。アマチュア無線の魅力の一つは無線機材やアンテナを自作することです。特にアンテナは通信の性能に大きく影響しますので、自作することで自分の運用スタイルに合ったものを作ることができます。例えばダイポールアンテナやモビルアンテナなど、いろいろな種類のアンテナを自作することが可能です。自作の過程で得られる知識や技術はアマチュア無線の楽しみをさらに深めてくれると言えます。あと懐かしのアナログ無線機に学ぶところとしてはデジタル化が進む現代においてもアナログ無線機には独特の魅力があります。アナログ機器は、操作感や音質がデジタル機器とは異なり、どこか懐かしさを感じさせます。特にアナログのダイヤルを回して周波数を合わせる感覚はデジタル機器では味わえないものです。アナログ無線機を使うことで通信の基本を学ぶことができるのも大きな利点と言えます。それから最近ではマイコンを使った周辺機器の製作も人気です。アルドゥイーノやラズベリーパイなどのマイコンを使うことで無線機の機能を拡張したり、独自の通信システムを構築したりすることができます。例えば簡単な信号発生器や無線機の制御装置など、アイデア次第でいろいろなプロジェクトが可能です。これによりアマチュア無線の楽しみ方が広がります。最近はアマチュア無線の世界ではメテオ通信や衛星通信、デジタル通信などいろいろな通信技術が存在します。特に衛星通信は地球上のどこにでも通信が可能になってきております。非常に魅力的ですね。またデジタル通信は音声だけではなく、データの送受信も可能です。アマチュア無線の新たな可能性を広げています。これらの技術を駆使することでより多くの人々とつながりを広げていくことができます。子どもたちから見た無線の魅力とはということで、アメリカではトランシーバーを使った遊びが子どもたちの間で今も人気です。これに対して日本ではスマートフォンが普及し、子どもたちのコミュニケーション手段が変わってきています。今回はトランシーバーの魅力や日本のアマチュア無線の現状、そして子どもたちへの取り組みについて考えてみたいと思います。使い方次第でトランシーバーは子どもたちにとって非常に魅力的なコミュニケーションツールになり得ます。特に
屋外での遊びや冒険において友達と簡単に連絡を取り合えることができるのは大きな利点です。このようなやり取りは子どもたちのコミュニケーション能力を育むだけでなく、協力する楽しさを教えてくれます。例えばトランシーバーは直接電波でつながるため、子どもたちが自分たちで操作し工夫する楽しさがあります。例えば山や森の中での遊びでは障害物があったり距離が離れたりすることが多いですが、トランシーバーを使うことでですね、こうした環境でもコミュニケーションを取るための工夫をですね、学習することができます。このような体験は子どもたちにとって貴重な思い出となることでしょう。日本ではアマチュア無線の人気が徐々に低下しているという現実があります。生活環境の多様化やスマートフォンの普及により、従来のアマチュア無線に対する関心がですね、薄れてきているのですね。特に子どもたちがスマートフォンを使うことが一般的になっているため、アマチュア無線の魅力を感じる機会が減っているのかもしれません。しかしアマチュア無線には独自の魅力があります。例えば無線通信を通じて世界中の人々とつながることができる点や、技術的な知識をですね、深めることができる点です。これらの要素は子どもたちにとっても興味深いものとなるでしょう。日本のアマチュア無線の現状を考えると、今後の取り組みがですね、重要になってくると思います。日本では子どもたちにアマチュア無線の楽しさを伝えるための取り組みが進められています。例えば学校や地域のイベントでトランシーバーを使った体験会が開催されることがあります。こうしたイベントはですね、子どもたちが実際にトランシーバーを使ってコミュニケーションを楽しむことができ、アマチュア無線の魅力を体感することができます。また最近はですね、簡単なですね、トランシーバーにおいても、デザインを多様化しており、子どもたちが興味を持ちやすいカラフルなものが増えています。例えばピンクや青、黄色のトランシーバー、見た目にも楽しく子どもたちの心をつかむ要素となっています。例としてなんですが、 TRH 特定トランシーバーをですね、紹介しておきます。このトランシーバーは免許が不要で簡単に操作できるため、子どもたちも安心して使うことができます。またハンズフリー機能も搭載しており、遊びながらでもですね、使いやすい設計になっています。こういったトランシーバーを通じたコミュニケーションは子どもたちにとって非常に重要な体験です。アメリカの子どもたちが楽しむトランシーバーの魅力を、日本でも広めるためには教育的な取り組みやイベントが必要です。子どもたちがアマチュア無線に触れることで、コミュニケーション能力や協力する楽しさを学ぶことができると思います。さて今回はアマチュア無線の始まりから最新の通信技術について、子どもたちから見た無線の魅力について考えてみましたが、あなたはどう思われたでしょうか。アマチュア無線は技術の進化とともに多様な楽しみ方が広がっています。二択運用を通じてですね、無線通信の魅力を再発見し、仲間と共に楽しむことができます。これからもですね、アマチュア無線の世界を一緒に探求し続けていけることを願っております。では最後までご覧いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。Have a nice day。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。